こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は HG バルバトスルクスレクスを作っていきたいと思います。この機体は独特なフォルムと、劇中の活躍でかなり人気ですよね。と、雑談はここら辺にして、早速バルバトスルクスレクスの箱の中身をチェックしてみましょう。はい。こちらが今回作るバルバトスルクスレクスになります。それでは箱の中身を確認していきましょう。箱の中身には通常ランナーが4枚、ボディキャップランナーが1枚、針金が1本、そして説明書とシールが1枚ずつ入っていました。ランナーの枚数は普通の HG ガンプラと同じくらいでしょうか？パーツ割りもそこまで複雑ではないので、比較的簡単に組み立てを行うことができそうですね。はい。箱の中身を確認し、パーツの割れや欠品がなかったので、バルバトスルクスレクスを組み立てていきたいと思います。バルバトスの組み立てに使用した道具は、タミヤの薄葉ニッパー。多少お値段が張りますが、値段に見合った性能を発揮してくれるので、1本買っても損はないと個人的には思います。そうそう。この組み立て作業なのですが、二度切りを行わず、直接パーツを切り出しています。この方が手早く組み立てできるんですよね。はい。HG バルバトスルクスレクスの組み立てが終わりました。これは、めっちゃかっこいいじゃない。鉄血のオルフェンズに登場する機体は本当にかっこいい。宙に心をくすぐるいいデザインですよね。さて、素組みでも十分かっこいいバルバトスですが、個人的に気になるところが何点かあります。この気になるところを改造しつつ、最終的に塗装を行い、かっこいいバルバトスに仕上げていきたいと思います。それではバルバトスの改造を始めていきたいと思います。まずは遠目で見ると少しだけ詰まっている印象がある、腰部の改造を行いたいと思います。改造を行う部分は胴体と腰部をつなぐパーツです。このパーツのジョイント部分を、ニッパーで切り取ります。この時、しっかりと根元から切り取っておくと、後の作業が少し楽になります。ジョイントを切り取り終わったら、毛書き針を使用して、切り取ったジョイントの中央に傷をつけます。パーツに傷をつけることができたら、傷を目印にして、ピンバイスで、パーツに穴を開けていきます。今回はパーツに 3mm の穴を開けました。ちょうどランナーが入る大きさですね。ピンバイスで穴を開け終わったら、プラモデル用の小切りを使用して、パーツについている動力パイプを切り落とします。腰を延長させる都合で、動力パイプの長さが足りなくなってしまうので、既存のパイプは取り除いてしまいましょう。パーツから必要のないジョイントやパイプを切り取ることができたら、鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、荒れたパーツの表面をきれいに成形していきます。さて、腰部改造の下準備が完了しました。続いて腰部の延長工作を行っていきたいと思います。延長工作に使用するのは、1mm 厚のプラ板とランナーです。まずは適当に切り出したプラ板の中央に、毛書き針で傷をつけます。毛書き針で傷をつけ終えたら、この傷を目印に、ピンバイスを使用して、プラ板に 3mm の穴を開けていきます。プラ板に穴を開け終えたら、開けた穴に端材のランナーを差し込みます。このプラ板を差し込んだランナーを、先ほどピンバイスで穴を開けたパーツに接着します。プラ板とランナーを接着するのに使用した道具は、瞬間接着剤になります。さて、パーツを延長する長さなのですが、今回は 1mm 厚のプラ板を3枚重ね、腰部を 3mm 延長してみました。このプラ板を重ねる枚数なのですが、全体のバランスを見て、それぞれがちょうどいいと感じる位置で決めましょう。今回は 1mm 厚のプラ板を使っていますが、厚さの違うプラ板を使って延長工作をしてみてもいいかもしれないですね。プラ板を瞬間接着剤で貼り付けて接着剤が乾いたら、ニッパーを使用して、余分なプラ板を切っていきます。この作業ではできるだけ多く、パーツの際までプラ板を切っていきます。ある程度プラ板を切ることができたら、リューターを使用してプラ板を一気に削っていきます。電動工具は思った以上に強力で、プラ板が削れすぎてしまう時があるので、様子を見ながら丁寧に作業していきましょう。リューターを使用してプラ板を削り終わったら、
鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、リューターで荒れたプラ板の表面をきれいにしつつ、プラ板をパーツの形に合わせ、辛い位置になるように仕上げの削りを行います。両部に追加したプラ板を削り終わったので、続いてプラ棒とプラパイプを使って、新しいモールドを作りたいと思います。まずは追加したプラ板に、ペンを使って印を書き込みます。ペンで印を書き終えたら、鉄ヤスリの角を使って、印をつけた部分を削っていきます。この作業ではプラ板を深く削らないで、表面に軽く傷をつける程度に留めておきます。ヤスリで傷をつけ終えたら、リューターを使用して、パイプを取り付けるためのへこみを作ります。円形のへこみがあることで、パイプを接着するときに安定感が増します。リューターでパーツにへこみを作ることができたら、プラパイプを適当な長さに切り出します。今回使用するプラパイプは直径が 3mm、内径が 2.2mm のものになります。プラパイプを切り出せたら、瞬間接着剤を使用して、切り出したプラパイプを腰部パーツに接着します。パーツからはみ出たプラパイプは、ノコギリを使用して、パーツの形に沿ってカットします。接着剤が乾燥したら、直径が 2mm のプラ棒をパイプに通します。スムーズにプラ棒がパイプに通ることが確認できたら、両部の延長工作は終了です。はい。続いて、延長工作を行う際に切り落とした動力パイプを新しく作っていきたいと思います。まずは延長工作を行った際に刺したランナーを、ニッパーを使用して、もともとついていたジョイントよりも少し長めにカットします。ランナーを少し長めにカットすることで、パーツを組み立てた際、若干ですが可動域が広くなります。続いてプラ板を使用して、パイプと腰部をつなぐ部品を作ります。部品の作成に使用するのは、1mm 厚のプラ板です。この 1mm 厚のプラ板を適当に切り出し、切り出したプラ板を3枚重ね、3mm 厚のプラブロックを作ります。プラ板を重ねるのに使用したのは、瞬間接着剤になります。瞬間接着剤が乾燥したら、作ったプラ板の先端付近に、毛書き針を使って、傷をつけます。毛書き針で傷をつけ終えたら、傷を目印にして、ピンバイスで、穴を開けていきます。このプラ板に開ける穴の大きさは 2mm になります。ピンバイスで穴を開け終えたら、リューターを使用して、プラ板の形が均一になるように整えます。リューターを使用してプラ板の形を整えたら、鉄ヤスリを使用して、ピンバイスで穴を開けた方の角を丸く削ります。ブロックの角を丸く削ることができれば、動力パイプの土台は完成です。続いて腰部から胸部につながる動力パイプを作りたいと思います。まずは 2mm のプラ棒をパーツに当てて、使用するプラ棒の長さを測り、切り出します。次に先ほど作った土台に印をつけて、印の部分に、ピンバイスを使用して、穴を開けていきます。この時、パーツに対して垂直に穴を開けるのではなく、少しだけ角度をつけて穴を開けていきます。今回は土台に 2mm の穴を開けました。穴を開け終えたら、パーツにしっかりフィットするか確かめ、問題がないようであれば、動力パイプのディテールアップを行います。まずはプラスチックのかけらをプラ棒の根元に接着し、この上に先ほどから使用しているプラパイプをかぶせます。プラスチックのかけらを貼ることで、パイプの内径にゆとりがなくなり、しっかりパイプを固定することができます。まあ、一応瞬間接着剤を使用してパイプを接着しておきましょう。瞬間接着剤も余っていますからね。さて、両部周辺の改造が終わったので、ついでに、型についているパイプも新しいものに変えてしまいましょう。既存のパイプは少し造形が簡易ですからね。先ほどの改造と同じ要領でパイプを作っていきます。ニッパーで既存のパイプを切り落とし、リューターでパイプを貼り付けるへこみを作り、へこみにパイプを貼り付け、パイプの中にプラ棒を差し込み、瞬間接着剤でプラ棒を固定したら作業完了です。はい。こちらが腰部の改造を終えたパーツになります。少しだけ腰が長くなっていい感じになりましたね。続いて腕部の合わせ目消しと、後はめ加工を行いたいと思います。まずはペンを使用して、腕部パーツの内側にある、後はめ時に干渉するピンに印をつけます。
頭の中では切り取る部分をしっかり把握しているつもりですが、万が一間違えて切り取ってしまうと大惨事なので、わかりやすいように色をつけています。ペンで色をつけ終わったら、ニッパーを使用して、色のついた部分を切り取ります。O 字になっているジョイントは、C 字になるようにジョイントをカットしていきます。余分なジョイントをすべて切り取ることができれば、このように後から取り付けることができないパーツを、後から取り付けることができるようになります。この確認作業でスムーズにパーツがはまることと、合わせ目部分に負荷がかからないことを確認できたら、ワン部の合わせ目消しを始めます。さて、このバルバトスワン部の合わせ目消しに重要なのが、ハンドパーツを取り付けるための部品。この部品は後から取り付けることができないので、ワン部に取り付けた状態で合わせ目消しを行います。合わせ目を消す準備が整ったので、早速ワン部の合わせ目を消していきたいと思います。今回合わせ目消しに使用するのは、クレオスの流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目部分に流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすのを約40秒待ちます。接着剤を流し込み、時間を置いたら、パーツを思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目から溶けたプラスチックがムニッとはみ出てきたら、合わせ目消しはほぼ成功していると思います。接着剤が乾燥したら、彫刻刀、デザインナイフ、紙やすりを使用して、合わせ目からはみ出ているプラスチックをきれいに削ります。合わせ目部分からはみ出たプラスチックをきれいに削り切ることができたら、ワン部の改造作業は終了になります。はい。続いてバルバトスの丸まっている指先を、尖らせてシャープな印象になるように改造していきたいと思います。まずは鉄やすりを使用して、ハンドパーツにプラ材を貼り付けるための接着面を作ります。ハンドパーツに接着面を作ることができたら、1ミリ厚のプラ棒を適当な長さに切り出します。指先に貼り付けるプラ棒は短め。指に貼り付けるプラ棒は長めに切り出します。プラ棒を指の数だけ切り出すことができたら、瞬間接着剤を使用して、切り出したプラ棒をハンドパーツに接着していきます。現在ハンドパーツに接着しているプラ棒ですが、これは後ほど使用する、エポキシパテを盛る際のガイドとして使うためにプラ棒を接着しています。このプラ棒ガイドがあることで、ある程度改造するハンドパーツの形を統一することができ、ただ単純にパテを持ってハンドパーツを改造するよりも、見栄えが良くなると思います。このガイドである程度ハンドパーツの形が決まるので、個人の好みでプラ棒の形や大きさを決めてみるといいかもしれないですね。プラ棒を貼り付けた接着剤が乾燥したら、エポキシパテを、ハンドパーツに持っていきます。パテを盛る作業なのですが、指と指の間隔が狭くてエポキシパテを盛りにくいので、ニッパーを使用して、指がバラバラになるように、手のひらから切り離しています。さて、話をパテ盛りに戻します。先ほど貼り付けたプラ棒とハンドパーツの間に隙間があるので、この隙間がなくなるようにしっかりパテを盛りましょう。あ、そうそう。このパテを盛る段階で、ある程度完成形に近い形に整えておくと、後の作業がかなり楽になります。エポキシパテが乾燥したら、指の形を整えていきます。まずは鉄やすりを使用して、パテを大まかに削り、指のおおよその形を作っていきます。ヤスリを使って大まかに指の形を作ることができたら、デザインナイフを使用して、指にエッジをつけて、シャープな印象にしていきます。この作業ではパテを削りすぎてはいけないので、少しずつ様子を見ながらパテを削っていきましょう。デザインナイフを使用してエッジを出すことができたら、これまでの削り作業で荒れたパテの表面を、紙やすりで、綺麗に整えていきます。エポキシパテを綺麗に成形することができたら、改造過程で切り離した指を手のひらに取り付けていきます。まずは指を切り離した後に、毛書き針を使って、穴を開けるための目印をつけます。毛書き針で目印をつけ終えたら、ピンバイスを使用して、先ほどつけた目印の部分に穴を開けていきます。今回はハンドパーツに 0.8mm の穴を開けました。ピンバイスで穴を開け終えたら、指を切り取った際に荒れたパーツの表面をきれいにします。穴を開ける前にパーツをきれいにしてしまうと、指がどこについていたかわからなくなってしまうので、
必ず穴を開けてからヤスリがけしましょう。パーツの切断面をきれいにしたら、2mm のプラ棒をハンドパーツの穴が開いている部分に貼り付けます。プラ棒はそのままではパーツに接着させることが難しいので、片面を少し削り接着面を作っています。プラ棒を接着した部分の接着剤が乾燥したら、ピンバイスを使用して、プラ棒の中央に穴を開けていきます。プラ棒に開ける穴の大きさは、あらかじめ開けておいた穴と同じ 0.8mm になります。続いてハンドパーツに取り付ける指の加工を行います。まずは指の根元にある丸いモールドを、ニッパーを使用して、きれいに切り落とします。モールドを切り落としたら、ヤスリがけを行い切断面をきれいにします。切断面をきれいにすることができたら、棒ヤスリを使用して、指の根元に円形のへこみを作ります。棒ヤスリで円形のへこみを作ったら、リューターを使用して、ヤスリで作ったへこみを大きくしていきます。この作業では、ハンドパーツに取り付けたプラ棒がフィットするくらいのへこみを作ります。指の根元の加工が終わったら、ピンバイスを使用して、指に穴を開けていきます。指に開ける穴の大きさは 0.8mm になります。指に穴を開け終わったら、手のひらに取り付ける準備が整いました。さて、それでは改造してきたハンドパーツを合体させたいと思います。指と手のひらをつなぐのに使用するのは、0.8mm の溶白線です。溶白線を適当な長さに切り出し、改造時に開けた穴に差し込んでいきます。この時に、接着したプラ棒が取れてしまうことがあるので、できるだけ丁寧に、力を入れすぎるとこれまで作ってきたパーツが壊れてしまい、また初めからやり直す羽目になるので注意が必要です。さて、指をすべて取り付けることができたら、瞬間接着剤を使用して、くっつけた指を固定します。接着剤を塗った直後であれば、少し角度を変えることができるので、かっこいい角度を見つけて接着しましょう。はい。こちらが改造が終わったハンドパーツになります。存在感が増してなかなか良い感じになったのではないでしょうか？続いて、バルバトスの足裏にある、肉抜き穴を処理していきたいと思います。肉抜き穴の処理に使用するのは、エポキシパテ。このエポキシパテを、超触スティックを使って、肉抜き穴に詰めていきます。エポキシパテは乾燥による引けが少なく、表面も大きくへこむことはありませんが、念のため少し余裕を持って多めにパテを持っておきましょう。パテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、余分なパテを大まかに切り取ります。余分なパテを切り取ることができたら、鉄ヤスリを使用して、パテとパーツが辛い位置になるように削っていきます。鉄ヤスリでパテを削り終わったら、紙ヤスリを使用して、荒れたパーツとパテの表面をきれいに仕上げます。紙ヤスリでパテをきれいに仕上げることができれば、肉抜き穴の処理は終わりになります。はい。続いてパーツのシャープ化を行います。HG のガンプラはパーツの先端が丸まっていて、あまり格好良くないので、先端をトゲトゲにしてシャープな見た目に改造してしまいましょう。まずはシャープにしたいパーツの先端を、紙ヤスリを使用して、平らに削り、接着面を作ります。接着面を作ることができたら、パーツの先端にプラ板を接着していきます。プラ板の接着には、瞬間接着剤を使用しました。今回はパーツに 1mm 厚のプラ板を貼っていますが、各パーツや個人の好みによって使うプラ板の厚みを変えてみてもいいかもしれないですね。接着剤が乾燥したら、パーツからはみ出ている余分なプラ板を、ニッパーを使用して、切り取っていきます。この作業時に貼り付けたプラ板がボロボロ取れる場合があるので、もしプラ板が取れてしまった場合は、またプラ板の接着からやり直しましょう。ニッパーで大まかにプラ板を切り取ることができたら、鉄ヤスリを使用して、プラ板を尖らせるようにシャープに削っていきます。削る時のコツなのですが、プラ板を貼り付けたパーツの根元から、先端に向け、斜めに削っていくと、プラ板が鋭く尖っていきます。鉄ヤスリでプラ板をある程度削ったら、紙ヤスリを使用して、仕上げの削りを行います。鉄ヤスリで全て作業してもいいのですが、削れすぎたり、削って細くなったプラ板にヤスリが当たって壊れるのが嫌なので、
事故が少ない紙やすりで仕上げの作業を行っています。はい。こちらがシャープ化が終了した状態になります。アンテナ以外も各パーツをトゲトゲにしたので、全体の雰囲気がとてもシャープになりましたね。それでは最後に、バルバトスの細かい改造を行っていこうと思います。まずはパーツのエッジ出しを行います。はじめに、彫刻刀を使用して、丸まっているパーツの角を削ります。この作業では力を入れすぎると刃がずれて、余計なところに傷がついてしまうので、力を入れすぎないように、丁寧にパーツの角をカンナ掛けの要領で削っていきます。彫刻刀でパーツの角を削ったら、デザインナイフを使用して、彫刻刀でできた傷を消しつつ、パーツの角をシャープにして、エッジを出していきます。デザインナイフでエッジを出すことができたら、鉄やすりを使用して、作ったエッジを仕上げていきます。大雑把に作業をしてしまうと、せっかく作ったエッジが歪んでしまうので、ゆっくり様子を見ながら作業しましょう。パーツのエッジが綺麗に出たら、紙やすりを使用して、パーツの表面にできた傷を消します。この時はなるべくエッジに触らないで、傷を消すことだけに集中しましょう。はい。こちらがエッジを出したパーツになります。かなり地味な改造ですが、パーツが角張ってかっこよくなりましたね。続いてバルバトスの各部にディテールを追加していきたいと思います。まずはディテールを追加したい部分に、ガンダムマーカーを使用して、印をつけます。ペンで印をつけたら、毛書き針を使用して、目印をつけた部分に軽く傷をつけます。パーツに傷がついたら、ピンバイスを使用して、パーツに穴を開けます。パーツに穴を開け終えたら、リューターのビットを使用して、開けた穴をすり鉢状に加工します。こうすることで、ラタ穴を開けるよりも情報量が増し、見栄えがより良くなります。バルバトスの各部に同じ改造を行えば、長かった改造作業は全て終了になります。はい。こちらが改造作業を終えた、HG バルバトスルプスレクスになります。あとはめ加工の関係で腕部をしっかり取り付けていませんが、素組みと比較してなかなかいかつい見た目になりましたね。この段階で手直しする箇所がないのであれば、サーフェイサーを吹きましょう。はい。バルバトスルプスレクスにサーフェイサーを吹きました。これかっこいいですね。色が統一されると本当にかっこいい。このままの状態で完成にしてもいい気がしますが、合わせ目部分などの改造した箇所を確認し、大きな傷や凹みがあれば修正。問題がないようであればそのまま塗装してしまいましょう。今回は多分問題ない。はい。それではバルバトスの塗装を行いたいと思います。塗装に必要な道具を準備して、どんどん塗装していきましょう。まずはガンダムのフレームから塗装していきたいと思います。フレームの塗装に使用した塗料は、クレオスの黒鉄色。この塗料をフレームの隅々まで、塗り漏らしのないように丁寧に塗装しましょう。黒鉄色をフレームに採用した理由ですが、通常のブラックよりもメタリックブラックの方が、重厚感が出ると思ったからです。黒光りしている方が鉄血っぽくないですか？続いてフレームの塗り分けを行います。まずはクレオスのシルバーを、塗り分けを行う部分に塗装していきます。黒鉄色の上に赤のような明るい色を塗装しようとしても綺麗に発色しないので、後から重ねる色をしっかり発色させるために、シルバーで下地を作りましょう。シルバーの塗料が乾燥したら、シルバーの上に色を重ねていきます。パイプのモールドを塗り分けるために使用した塗料は、クレオスのメタリックレッド。フレームがメタリックカラーなので、塗り分けに使う色も、メタリックで合わせてみました。続いてフレーム関節部分の塗り分けを行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのゴールドリーフ。先ほどのメタリックレッドは下地にシルバーを塗装していましたが、ゴールドは黒の上に直接塗装しても綺麗に発色してくれるため、下地塗装は省きました。はい。フレームの塗装が終了しました。外装をつけるとあまり見えなくなってしまうのですが、細かいところまでこだわって作っていますよ。みたいな。自己満足が楽しいですよね。
はい。フレームの塗装が終了したので、続いて外装の塗装を行いたいと思います。まずはタミヤのナトーブラックを、パーツの裏側に塗装していきます。黒色をパーツの裏側に塗ることで、完成時に奥行きが生まれ、立体感を出すことができます。簡単なのでやっておいて損はない塗装ですね。続いて白色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、コラックスホワイトです。この白色は少し暗く、真っ白ではないのですが、隠蔽力が抜群で使い勝手がいいので、かなり愛用している塗料になります。白の塗装で失敗したくないのであれば、このコラックスホワイトを買った方がいいと、個人的には思います。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレー。この塗装は説明書や公式設定にない色なので、個人的にかっこいいなと思う部分に、塗装するのがいいと思います。ただし塗りすぎるとくどくなるので、塗りすぎには注意です。続いて明るい灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのエアクラフトグレーです。この塗装も先ほどのジャーマングレーと同様、自分がかっこいいと感じる部分に塗装して、少しでも情報量を増やしていきましょう。続いて緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのメタリックグリーン。この色はバルバトスの各部にある凹みモールドに塗装していきます。墨入れをして、モールドを黒くしてもいいのですが、センターっぽく緑に塗装した方がかっこいいので、細かい部分ですがしっかり塗装してみました。続いて金色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのゴールドリーフ。フレームの色に合わせて、外装部分の黄色をゴールドに変えて塗装してみました。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレット。ガンダムの赤色といえばモンザレット。今回は下手に色を変えず、定番の色を使って塗装しました。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのインディブルー。この色もガンダムタイプに使用する。定番の青色ですかね？定番色で塗装をすれば大きく外れはしないので、おそらく失敗はない配色だと思います。はい。基本塗装が終了したので、バルバトスに墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。自分で調色する手間を省いて、今回は既製品の塗料を使いました。かなり色分けの塗装をしているので、濃い色の墨入れもくどくならないでしょう。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出た墨入れ塗料を拭き取っていきます。力を入れすぎるとパーツの角の塗料が取れるので、軽い力で塗料を拭き取っていきましょう。墨入れが終われば塗装作業は終了になります。はい。塗装作業が終了したので仕上げの作業を行いたいと思います。まずはバルバトスの目にシールを貼っていきます。ガンプラの目は塗装するのではなく、シールを貼るのが一番ですね。キラキラして光が反射するのでかっこいいです。続いて、後はめ加工をしておいたパーツを取り付けます。この取り付けが全ての作業の中で一番緊張します。パーツが壊れたらどうしようもないですからね。取り付ける際に合わせ目部分に負荷がかからないようにして、無理にパーツを取り付けないようにします。後はめ加工を行ったパーツを無事に取り付けることができたら、バルバトスに行う作業は全て終了になります。それでは完成したバルバトスをご覧ください。はい。こちらが完成した、HG バルバトスルクスレクスになります。これは、かっこいいじゃない。って
手を加えていない状態と比較すると、胴体部分にスペースができて、見た目がかなりヒロイックになりましたし、指もかなりごつくなりましたねこれ。というか、指に関しては少しやりすぎた感があるかも。まあ、色分けもバッチリで情報量も多いので、なんとなくいい感じに見えますね。さて、それでは今回の作業で失敗した部分の話を。バルバトスルクスレクスは脚部に大きい肉抜き穴があるのですが、これを塞ぐためプラ板を使ったり、色々と工作をしていたのですが、パーツの裏側を黒く塗るだけで、肉抜き穴が全く目立たなくなったので、穴を塞ぐためのプラ板を使わず、ただ時間だけを無駄にしたという。作業する前に気がつけばよかったのですが、まあ、やっちゃったものは仕方ないですね。ということで、バルバトスルクスレクス作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿するので、その時は改めて動画をチェックしていただけたら幸いです。では、さよなら。Are you listening?